さんこんにちは、新賀島です。今日はですね、株のことを学びに友達と一緒に株に詳しい方のところにやってきました。新加ポジ在住12年になりました久美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は株のスペシャリストである高松さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。シンガポールではですね、若い世代でも株のことを携帯でチェックしたりするんですけども、アメリカにいた時もそういう光景を見たことがありまして、やっぱ日本と比べると進んでるな、私たちは勉強不足じゃないかなということを痛感しましたので、今日は株について詳しいことをお聞きしたいと思います。株といってもたくさんいろんな種類があると思うんですが、どんな風な種類があるんでしょうか。日本の株式からアメリカの株式から世界各国の株式がいろいろありますと。大型株、中型株、小型株っていうくくりもあると思いますし、成長株とか、もうすでに大きくなった企業の、しかもビジネスが安定しているような、いわゆるバリュー株と言われているような、当て方はいろいろあるんですよね。どこを対象にしてもいいっていう、そういう自由さは株式投資ではあると思いますけどね。当然、そのアメリカ株は US ドルで買うわけですし、日本株は円で買うわけですし、どこの通貨の資産を使うっていうのも一つの切り口になりますから、ドルで資産をしたければアメリカの株を買うとかアメリカの債券を買うとかっていう選択肢になるでしょうし、住んでらっしゃるところだとか今のインカムの通貨が何で発生しているかとか、将来例えばアメリカでリタイアしたりとかシンガポールでリタイアしたりとか、そういう人生設計によっても変わってくると思いますから、その辺は柔軟に選べばいいと思うんですよね。このオフィスに入ってきた時、こうね、モニターがいっぱいあって定番かと思っちゃいました。ずっと株の動きを見張ってるわけですよね。目は疲れますね。例えばロンドンとか、香港とか日本とか、時差あるじゃないですか。ずっと24時間監視体制。我々はそのデイトレードみたいなそういう短期の投資をやってるわけではないので、日々の動きとかっていうのはあんまり細かくモニターしてもしょうがないんですけれども、僕らは何を見てるかっていうと、例えば海には海流っていうのがあって潮の流れありますよね。そういうものを株がどういうふうに動いてるのかっていうことを見ながら、マーケット全体の動きを理解するっていう、そういうサーファーのように乗るタイミングを計ってるっていうことですね。乗ったりすることもあれば降りたりすることもある。なるほど。タイミングは重要ということですね。そうですね。私もニュージーランドドルを買うとかそういうことはしたことあるんですけど、でもそれは全く株とは関係ないですよね。外貨を持つってことは。いわゆる外貨預金とかされたんじゃないかなと思うんですけど、それも比較的安定したもので運用されて、例えばニュージーランドドルの預金であれば後ろ側にはニュージーランドの国債があったりとかっていうことだと思うので、多分株にはなってないと思いますから。言葉だけの知識なんですけど、ミニ株っていう言葉を聞いたことあるんですよ。ミニ株っていうと資金が大きくなくてもちっちゃなお金で買えるような気がするんですけど、実際はどうなんでしょう。だんだんその取引単位っていうのはちっちゃくなってきて、それは個人の貯蓄から投資へっていう政策に沿った形でそうなってます。でアメリカはもともと1株からでも買えるんで、それこそ日本円にすると数万円とかで1株買うとか、そういうこと可能なんですね。だからそういうやっぱり投資の世界でアメリカが一番進んでるので、日本がそれ遅ればせながらついていってるっていう感じですね。特に日本は例えば株で儲かりましたみたいな、不動産で儲かりましたみたいな不労所得っていう言い方をして、おまけみたいな感じなんですよね。とにかくコツコツ働けというようなカルチャーなので、投資による収益っていうのはあぶく銭的な扱いを受けてきたわけなんですけども、アメリカなんか全然違って、もう小学生ぐらいの時から投資教育をされて資本主義の好循環が回ってるんですよね。だから日本も遅ればせながらそれをやろうとして、ただまだ預貯金に偏りすぎてるんです。日本の金融資産で2000兆円ぐらいあるんですけど、教育もちょっと変わると変わってくるでしょうけどね、英語と同じように。20年ぐらい前から、日本でもその貯蓄から投資へだとか、いろいろその投資教育みたいなことも50年ぐらいでやり始めてるんですけども、発展途上な感じですね。ギャンブル的なチャレンジをよく見ない傾向がありますよね。でもその投資っていうのは別にギャンブルじゃなくてですね、短期で一稼ぎしようみたいなのをギャンブルっていうわけなんですけど、投資ってもっとタイムホライズンが長い。それこそ20代の人であれば50年とかの時間でどう資産を増やしていくかみたいな、そういう時間軸なので、それはもうギャンブルとは全く違う世界なんですよね。ただやらないといったら
来ないので、そういう意味でそれがギャンブルかというと僕は違うと思うんですけども、何かリスクを取ってかける、変化にかけるということを嫌う国民性ではあるんですね。コミュニズムなんで。ハイリスクハイリターンっていうと、その言葉を聞くだけでハラハラしちゃうみたいな、何もかってもいないのにハラハラしちゃうような言葉ですけど。株はね、それこそ半値になったりとか、一番下手をすると潰れて紙くずになったりすることもある世界なんですね。でもそれは別に株だけではなくて、エマージングの新興国の債券、国債であっても紙くずになってる歴史っていっぱいあるんですね。そういう意味では、別に株だけがすごいハイリスクっていうわけではないということだと思うんですよ。時間を味方につければリスクを抑制することもできるっていうことも重要なの。じゃあ私は全く株がわからないので、1個ずつ高松さんに質問していきたいと思います。動産投資について聞いてみたいと思います。動産っていうのは不動産の対義語でもあって、住居と土地とか以外の美術品であったり、高級車であったり、いろいろ種類がたくさんあるわけなんですけども、特にそういうアートの世界なんかだと株とは比べ物にならないぐらい値段のブレが大きいので、そうなんですね。株のようにマーケットで集中的に取引された値段がつくわけではないので、相当ハードルの高いところだと思います。そうなんですね。ハードルが高いんですね。動産って動くものですよね。そうです。宝石なんかもそうですしね。貝が突然上がりますよね。本当に難しい世界だと思いますね。次はですね、不動産投資についてなんですが、不動産はですね、もう身近な形で自分の持ち家っていうのも一つの投資になるわけですね。住みながら値段が上がれば非常にハッピーな状況になりますし、あとその自分がのその住む家以外にマンション投資をしたりとかして、その賃料をもらうっていう。でその場合はレバレッジって言いまして、借り入れを起こしてマンションを買って賃料収入から借り入れを返済したりみたいなことを手広くやってる個人の方、これは結構日本でもいらっしゃるんですね。そうですね。ここシンガポールでもたくさんの方がやられてますね。で不動産投資で決定的に重要なのは金利なんですね。で特にその自己資金で全部買っていける人はいいんですけども、先ほど申し上げたように借り入れを起こしてどんどん保有マンションの棟数を増やしていかないとっていうのは、金利がコストになりますから、これ金利が高いと非常にそれを上回る賃料を取れないといけないので、物件のクオリティとかもさらに上げていかないといけないということになりますから、結局借入金利と賃料のその利回りとの差がリターンになるわけですから、金利の状況というのは非常に重要です。でそういう意味で今は世界的にローンも低金利状態になっているので、不動産投資という面では今非常に環境がいいんですね。そうなんですか。金利が低い状況になるわけですから。ただそれが続くかどうかというのはまた別の話で、来年からアメリカが金利を上げていきますっていう状況がもう見えてくる中で、それをどう考えるかっていうことだと、だから変動金利で借り入れを起こす、固定金利で借り入れを起こすみたいなことも一つのテクニックとして考えながらやらないといけないっていうことだと思います。こちらもなかなか簡単ではないですね。次は投資信託についてお伺いしたいと思います。投資信託は多分一番普通の個人の方にとっては身近な存在で、株式に投資する投資信託もあったり、債券に投資する投資信託もあったり、これもいろいろテーマを選べるので、株と債券を組み合わせたようなミドルリスクミドルリターンみたいなファンドもありますし、これは本当に皆さんの求めるリスクリターンによって選べる一番チョイスの大きい。そうなんですね。今銀行でも投資に売ってますしね。銀行で進められるような。そうですね。進められますよね。でこれのコストがここ数年で劇的に下がってるんですね。昔は例えば株のファンドとかであれば入り口でまず 3% の手数料取られて、で毎年 2% 近い信託報酬という運用報酬を取られるみたいな形で、そのコストが高かったんですね。これは金融庁が問題視をしてどんどん今下がっていってるので、上場投資信託と言われる ETF というものは 0.2% からね、値引きする。でそのアップフロントの費用かからずに、以前 2% だとも10分の1ぐらいになって 0.2% ぐらいになっているので、そういう ETF だとか、そういうものっていうのはローコストで幅広く分散投資ができるっていう面で、非常に個人の方にとっては身近な存在だと思います。身近な存在なのが投資信託なんですね。次は株についてですね。大きく株とまとめてるんですけど、1株1000っていう単位だけは知ってます。日本株の場合はいろいろあるんですけども、1000株っていうのが
1株7万円みたいな株は多分100株から買えるとか、まあちょっといろいろ区分けがそれ7万円って高い方なんですか？高いですね。高いから、それは100株。そうですね。株価って100円台からそれこそ7万円までものすごいレンジが広いんですね。まあ、平均するとどうでしょう、1000円とかぐらいの額の平均だと思いますけど、1000円で1000株だと100万円ですよね。食品からね、銀行から商社から銀行までいろいろ日本株の中だけでもいろいろありますし、先ほど申し上げたように、まあ、世界各国の株式ということでもあるので、アメリカなんかでその投資の格言としては自分の分かる理解できるものを投資しなさいというふうなので、例えば主婦の方なんかね、ファッションの方も詳しいし、例えば洗剤は顔がいいとかですね、そうですね、カレーのルーはハウスがいいとか、そういうその日々の生活の中で自分が分かる分野がたくさんあるじゃないですか。お医者さんであれば薬のことが詳しいでしょうし、自分の分かるところで勝負するっていうのが重要ですね。だからもう分からないものになってるわけですね。この中でね、やっぱり製薬会社はそうですよね、注目を浴びてると思うんですけど、ファイザーとかみんなが注目すると、それがガッと上がったりするんですか？実際ファイザーとかモデルナとかの株価ってすごい上がってるんですけど、各国の政府が何千億もワクチン買いに来てくれるわけですから、それは儲かりますよね。サーバーとしてはそれ乗るときですか？製薬会社はまだまあ弊社のファンドは日本株が対象のファンドなので、残念ながらファイザーとか買えなかったんですが、日本はね、悲しいからワクチン後進国なんで、開発途上のものもありますけど、やっぱりすごい出遅れてるんですね。治療薬とかで買えるものはポツポツ出てきてるんですが、ワクチンとかってのは欧米勢が牛耳っちゃってるので、まあ、それでものすごく高騰した日本株っていうのはやっぱ残念ながらそんななかったっていうことですね。次、債券ですか？はい、債券は本当に信用度の高いものから低いものまで千差万別で、例えば日本国債とかアメリカ国債みたいに元本が戻ってこないリスクっていうのはほぼゼロのものもあれば、社債とか新興国の国債とかっていうのは割と信用度が低いので、この世界ではデフォルトっていうんですけれども、元本が返ってこないとか、利払いがされないとか、でもそのハイリスクの分利回りが高いっていう、そうですね、そこはトレードオフになってるんですけど、ハイリスクにはい、リスク入ったので、そうおっしゃる通りですそれね。が債券によく債券にも起こり得ますね。で、過去アジアの通貨危機っていうのは1997年から8年かけてあったんですけども、あの当時タイとかインドネシアとかマレーシアとか韓国とかアジアの債券っていうのは本当に通貨が半年ぐらいに暴落して債券の価値も半分になったので、円ベースで見れば4分の1になっちゃったみたいなのがゴロゴロあったんですよ。で、潰れた会社もたくさん出ましたから、もうそこはもう元本も全く入ってこなかった厳しいですね。それはもうプロの生命保険会社さんとか投資家として投資してたもののマルケティングのためにもたくさん出ましたので、いきなり10分の1とかにならないんですね。ガーッと下がってダラッと下がって10分の1になるので期間もあるんですけど、債券の場合ってマーケット参加者が少ないので、一晩で半値とか3分の1とか全然なっちゃう世界怖いですね。怖いですね、一晩さん。ここもやっぱりある程度きちんと調べて、信用度の高いものをやる方が安全度は当然の高いということですね。そうですね。ちなみにちょっと話変わると思うんですが、どの投資についてもなんですが、天才ってあるじゃないですか。自信が持ったり。いろんなことが予期せぬ事態になると思うんですが、そういった時は、どういうふうにされてますか？特に日本は災害が多くて、阪神大震災、東日本大震災と大きな震災があって、兆円単位のロスが国家として出てますんでね、そういうものはやっぱりケアしないといけないなと思ってまして、でああいうことが起こった時に儲かる会社もあるんですね。例えば建設株とか、セメントとか、ああいう復興需要で国によっての特性もありますので、そういうことも考えないといけないということですね。シンガポールは地震も台風もないんで、最後にですね、FX。はい。これも先ほどちょっとお話した中にも触れましたけれども、どういう通貨で給料をもらってて、でどういう国に住んでて、で将来的に例えばハワイでリタイアしたいから US ドルが欲しいとか、シンガポールでもハッピーリタイアしたいからシンガポールドルで資産をしたいとか、人生設計によっては違うと思いますし、こちらの画面が、過去約20年の円と US ドルのチャートなんですね。10年ぐらい前って70年代とかだったんですよ
ね。そんな時あったんですか。そうですよね。2011年、アベノミクスが始まる時なんですよね。グラフにしてみると分かりやすいですね。そうです。だから、あんまり日々だとその何十銭とかしか動かないんで、動いてる感じしないんですけど、こちらの方はシンボルと、日本円のチャートなんですけども、こちらももう60円から今85円ぐらい。だいぶ近づいてきましたね。やっぱり上下3割以上違うんですよね。これだけ通貨も触れるので、どういう通貨の資産を使うということも一つ大きな重要な切り口だと思いますね。だからもう人生設計にも関わってくる。単純な質問なんですけど、例えばパッとやってパッとやめたい人と長期的にやってそのまま据え置きしていたい、それぞれあると思うんですけれども、パッとやってバッと儲けたいっていうのはこれは投資と言わない投機なんですよ。投機の木って機械の木ですから、チャンスにかける木に投じるっていうのも投機なんで、それはまあ英語で言うとスペキュレーションなのでギャンブルに近い感じなんですね。ビットコインの世界なんかはそういう世界になってるありましたね。短期でもう本当に終わり上がったり場合になったりとかするんで、ただまあそこにロジックっていうのはなくて、株の場合ですとね、例えば A という会社の資産価値っていうのが当然あるわけです。土地を持ってたり工場を持ってたりとか、価値が測れるわけですよね。この価値に対して何倍の株価がついてるかみたいな計算の仕方ができるんですけど、ビットコインなんか裏付けは全くないので、価値は0から無限大の間いくらでもつけようと思ってつけれるわけですよね。フェアバリューって言いまして、適正価値を算出できないものを怖くて投資ができないと思ってるので、適正価値に対して割安であるものを買って、株式市場でも本来的な価値に対して上にも下にもぶれながら株価って短期的には動いてるんですね。で長期で見るとこの適正価値に修練していくんですけども、で我々はだからまあ投資の世界で長期にかけて資産形成していくとかそういう世界だから手っ取り早く儲けられるみたいな話っていうのはそれはもうないんですよ基本にね。投資の世界で本屋さんとか行っても必勝なんとか法とかって言ってやりますね。で10年で何億稼ぎましたみたいな人がなんか書いてますみたいな本とかあるじゃないですか。本当に儲かるようなメソッドがあるとすればそんなの人に教えないじゃないですか。だからもうああいう類の必勝法みたいなもんっていうのはほとんどが使い物にならないっていうことなのであまり参考にしてしょうがない。でもやっぱり書くことができる人っていうのは一回ちょっと書ったことがあるからその過去の経験を書いているわけで、例えば私が書いてもダメですよね。IT バブルがあった時に1億儲けましたみたいな人って結構いるんですね。じゃあコンスタントにずっと儲かってきてますかっていうとそうじゃないんですよ。で、あの人たちって儲かった時の話はしないので、ああそうなんですか。公式オフィシャルな資産運用の結果とかっていうのがあるわけではないので、僕らは監査法人なんかもきちんと監査したような数字でパブリックになってるので、そういうものがあるんですが、ああいう人たちはそれないんですよ。だって個人で、自分のアカウントで株を売ったり買ったり、それ自体が本当にやってたのかどうかわからないですから、投資に近道じゃないんです。コツコツ時間をかけてやる方が結果的にリターンが大きくなるっていうことですね。もしですね、私たちこの素人から投資を何かするとすればどういったのをお勧めされますか。いろいろ分散するっていうことは大事だと思うんですよね。株も債券もあるし、先ほど言った通貨なんかもそうでしょうし、アメリカのことわざで卵が一つのカゴに入れるのっていうことわざがあるんですね。6つ卵がありましたと、1つのカゴに入れてそれを落としちゃったら6つとも割れます。でもカゴ6つに分けといたら被害が1つで済みますねっていう、それは分散投資の一つの例なんですけどもね。特に株と債券っていうのは反比例した動きをするんですね。株が上がってる時っていうのは債券が金利上昇局面に向かわれる多いので、債券がロスが出やすいと。でこの債券が儲かってる時金利が低下する局面ですから、そういう時っていうのは景気が悪くて金利が下がってるので株も下がってるみたいな期間が長いので、反対のリターンの方向性を見たものを組み合わせることによって相殺し合うんで、リスクもリターン両方相殺し合うんですけどね、安心して夜が眠れるっていうことがいいですね。大事ですね。夜が眠れる。私の周りで株をやられてる方いました。夜眠れない。僕らなんかがファンドを運用して運用フィーをもらっていただいてるっていうのは、何のための対価かっていうと、もちろん運用してリターンを出すことが大前提なんですけども、お客さんはプロに任せることによって安心して眠れると
例えば株のマーケットが暴落してようが、プロだからある程度そういう損失をミニマムにしたりとか、そういうことが多分期待できるだろう。安心料でもあると思うんですよね。僕らはお客様のお金を預かって運用してるんで、本当眠れない日ってあるんですよ。プレッシャー大きいですよね。で世の中結構やっぱアメリカ中心に動いてますんで、眠らないで CNN とかアメリカンマーケットこういうものって見たりとかして朝までみたいなこともなくはないんですよね。時給にすると安い仕事をしてる注意点についてなんですが、どういったことを考えられますでしょうか。よくですね、のめり込む人ってお金を借りてでも株を買ったり、不動産はあるとしょうがない部分もあるんですけども、過度なリスクを取る方っていうのがやっぱりいるんですよね。これどういう世界にもいるんですけども、自分が取れるリスクっていうのはどこまでかっていうことを見極めるっていうことによって資産形成の中身もリスクの大きめの不動産とか株とかから比較的小さい先ほど申し上げた先進国の国債だとか、それ安全性の高いもの、その組み合わせを取れるリスクによって変わってくると思いますし、若い方ですとこれから給料がどんどん基本的には増えていく傾向になると思いますから、収入が増えていく時期っていうのはやっぱり取れるリスクが大きくなるので、40代半ばぐらいの働き盛りとすれば、その辺まではある程度投資で損をしても収入が増えていくことによって相殺されるっていう考え方もできますしね。50、60になって大きなリスクを取って資産を大きく一時的にでも減らしてしまうと悲しい予防を持っているので、そうですね。年齢層によって取れるリスクっていうのも変わっていると思いますから、その辺よくやっぱ考えなきゃいけないところですね。私の想像する投資とちょっと違って、ちゃんと計画を立てなきゃいけないんだなっていうのが思いました。本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。勉強になりました。勉強になりました。高松さんに質問がある方、株に興味がある方はぜひ概要欄の方を見てご連絡ください。本日も見てくださりありがとうございました。